こんにちは、ロック204チャンネルです。今回は、メイクコードで Python2 ミニゲームを作成と題詞をお送りします。それではこれから作成するゲームのイメージを見ていきましょう。こういう形でこれが自分で、これが敵で、こちらがゴールっていう風になります。そしてこれをこういう形でゴールに達するとこういう風に、グッドと表示されて、またゲームが始まります。で、これをですね、こうして接触するとゲームオーバーに、なります。で、各ゲームが1回クリアすることに10点加算されるっていう、そういうようなゲームです。で、ゲームオーバーで、ここで、スコアが10点っていうような形で表示される、そういうようなゲームとなっています。今回もメイクコードの Python を使用しプログラムを作っていくことにします。まず画面の説明です。画面の上部にスプライト、自分を用意します。そして、この自分のスプライトを A ボタンで左に、B ボタンで右に移動します。また A プラス B ボタンを押すことによって一つ下の座標に移動することができます。画面の中央に敵のスプライトが待ち構えています。このスプライトは左右に移動し進路を妨害します。もし自分と敵が接触するとゲームオーバーとなります。この敵をすり抜けて下のスプライトゴールに達するとゲームをクリアします。そして10点スコアが加算されます。一度ゲームをクリアすると再びまた新しい位置に自分のスプライトが表示されゲームを再開することができます。ゲームオーバーとなった場合はマイクロビットをリセットする必要があります。こちらに初期設定のコードを示しています。33行から35行にかけてスプライトゴール、スプライト敵、スプライト自分を初期化定義します。そして36行、37行、38行で自分、敵、ゴールに X 座標、Y 座標を指定し、スプライトを作成します。自分とゴールについては X 座標は0から4までの乱数を発生させます。そしてランダムな位置に表示するようにしています。39行ではゲームの点数スコアを0として初期設定します。こちらのコードはゲームを監視するプログラムになります。on underline forever 関数の中に記述を書いています。42行ではキを一つ進行方向に進めます。初期設定では2方向に一つ進んでいきます。そして判定関数を呼び出し接触しているかどうかなどの判定を行います。44行では敵のスプライトが壁に当たっている場合は反射して逆方向に進行方向を変更します。つまり右方向に進んでいる場合には和紙に至ると反対方向左に進むようにします。45行のベーシックポーズ100は 100mm 秒ほどプログラムを停止しまたループに戻ります。これは敵のスプライトの速度を落とすために使用しています。こちらはボタンのコードを示しています。A ボタンを押すとスプライト自分を左方向に一つ進めます。B ボタンでは右方向に一つ進めるように記述しています。また A プラス B ボタンを押すと自分の Y 属性を一つ進めます。このことにより自分のスプライトを一つ下に移動することができます。こちらは判定関数の内容です。22行は自分と敵が接触した場合に if 文の条件式は true となります。そして23行で音を発生させます。次に25行でゲームオーバーのアニメーションを表示し、スコアを表示します。そして26行でスタート関数を呼び出します。この関数で再スタートを行います。27行は自分のスプライトがゴールに達すると if 文が成立します。そしてディスプレイにグッドの文字を表示し、スコアが10点加算されゲームの再スタートが行われます。こちらは再スタートのリスタート関数です。最初に自分とゴールと敵それぞれの Y 座標を2行から4行にわたって設定を行います。次に5から7行において X 座標の設定を行います。この時、スプライト自分、ゴールと敵、それぞれの X 座標は
0から4の乱数を発生させランダムに配置を行っていきます。以上でプログラムの説明を終わります。ご視聴ありがとうございました。